キツネ、タヌキ、ウサギ、トカゲ、ハズブロ、マーベルレジェンド、リザードの紹介、パケ裏を見ると、これ、トッド・マクファーレン音体のアートですよね。コミックのカバーアートそのまんまプリントしてるんか？これどうなんや？マーベルレジェンドね、こういうのね、何気にね、書き下ろしの時あるんですよね。どっちでもいいか。開けていこう。よいしょ、出てこい。リザードン出てこい。カーティス・コナーズ。ビルドフィギュアだけあってでかいっすね。よっしゃ。よし。ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして。カーティス・コナーズことリザードは、60年代にスパイダーマンに登場したシリーズ古参のスーパーヴィランの一人。軍医として戦地に派兵され、そこで右腕を失い退役。後、再生能力を持つ爬虫類に注目し、自身のように死死欠損した人々を救うため、爬虫類の研究を始める。そこで血清の開発に成功。まずその血清を自分に投与した結果、組織再生には成功したものの、このようにトカゲ人間の見た目に変身、性格も凶暴化してしまう。素体の方は基本的に以前発売されたリザードシリーズのビルドフィギュアの流用で、それのリカラーバージョンと言えるんですけど、リザードシリーズが発売されたのかなり前なので、肘及び膝の関節にピンが用いられたりしますね。そのビルドフィギュア所有していないので、今回それとは比較できませんけども、なので自分としてはこれ非常に新鮮ですね。リザードは人気ヴィランで映画版だったりアニメ版だったりとそこそこレジェンド化に恵まれていて何体か出てるんですけど、何気にね、ハズブロになってからリザード買うのこれが初めてなんですよね。頭部を見てみましょう。これは今回心臓系でしょうね。さっきも言った通り、過去のビルドフィギュアのリザード所有していないので、その辺のところ分かりませんけど、これ心臓系でしょう。めちゃめちゃかっこいいですね、このリザードね。角輪に覆われた体表の造形及びモールドが綺麗に仕立てられ、そこに墨入れがなされていて立体感が出ていますね。目の方は白目なんですけど、この部分ね、アーティストによっては瞳が描かれる場合があるんですが、個人的にはこの白目の方が好みですね。そしてこの口、開閉可動があって、この可動域が広く、このように大きく開けれて迫力満点。で、何気に下の作り込みに気合が入っていて、なかなかリアルなんですね。そしてこの下もね、このように動きます。次にこちらは交換用頭部なんですけど、これはね、冒頭でも言ったパケ裏のコミックのカバーアートのプリント。これね、アメコミ界のレジェンドアーティストの一人、トッド・マクファーレン音体が描くリザードなんですけど、これを模した頭部になるっぽいんですよね。その出来が素晴らしくて、全体的に丸みを帯びたフォルム。不揃いな牙の歯列、そして描かれた瞳とハイライトのプリント。これね、90s 感がドバドバ漏れ溢れ出していて、ファンにはたまらんでしょうね。人によってはこれだけで買う価値あるんじゃないか？いやー、これね、こちらの頭部とどっちをデフォルトにするか悩むぜ。ちなみにこちらの頭部には口の開閉ギミックはありません。首から下はこれ先にも言った通り、過去に発売されたビルドフィギュアの流用なんですけど、それが数年前とはいえ造形的にはもう完成されていて、体が膨張し大型化したため破れたインナーやズボン、白衣の裾にウェザリング塗装など、塗装精度も上がっているのも相まって、最近のマーベルレジェンドと比較しても遜色ない出来ですね。
そして頭部同様胴体の体表の確認と墨入れ。この辺もしっかりとなされている。手や足の爪は塗装され、尻尾はこのような感じですね。で、足の方は膝を曲げた状態で固定。自立させる場合、尻尾と両足と3点で支えることになるので、おのずと安定する。可動範囲、まずは頭部、接続箇所は首の付け根と頭ですね。それを踏まえて、上はここまでいけて、うつむき、ここまでいけて、頭でぐるりと回ってぐりぐり、傾き、取れますね。肩にバタフライキックはなし。腕横へはこうで、ぐるりと一周回って腕の付け根で動いて、二の腕バイセップスがあって、肘がここまで曲がり、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は胸と腰ですね。後ろへはね、これほぼ行きません。構造上は行けるんですけど、造形的に行きませんね。逆に前はここまで行けます。腰でぐるりと一周回れて、股関節に引き出し拮抗はなしで、前はここまで行けて、後ろへはここまでかな。また割りできて、ももにロール。膝がピンが2つあるんですけど、これぐらいの可動域しかありませんね。足首、後ろへはこう、前はこう。傾き取れてつま先可動があって、尻尾は尻尾の付け根でボールジョイントで動き、この真ん中でもこれぐらい動いて、で、先端部分近いところでこのように動きますね。では、サイズ比較としてマーベルレジェンドのマキシマムスパイディと並べてみよう。このマキシマムもマクファーレン音体のスパイディを模しているようなので、こうやって並べるとね、90s 感がこれまた倍化しますな。では、マクファーレンつながりとして、トイビズ版のマクファーレンスパイダーマンと並べてみよう。これ個人的な意見なんですけどね、これを超えるスパイディのアクションフィギュア、未だ存在せず、さらにマクファーレンつながりで、これはマフェックスのスパイディなんですけど、これもね、マクファーレンスパイディを模しているようなんですよね。いや、擦りまくられてますね、マクファーレン。このマフェックスを展開しているメディコムトイという会社なんですけど、ここね、俺の大好きなアーティストのフランク・ミラー版バットマンのマフェックス出してくれたり、あと、ジャック・カービー版のソーやキャプテンアメリカ出してくれたりと、非常に貴重な企業なんですよね。なんで今後ね、ちょっと期待したいのが、アレックス・ロス版のスパイダーマンとか、ワンチャンスこれ出してくれんかね。では次に、マーベルレジェンドのバトルダメージスパイディと並べてみよう。こうやって並べるとね、スパイディよりヴィランが引き立って見えるから不思議。では次に、トイビズ版のリザードと並べてみる。俺が今までリザード買わなかった理由が、こいつを所有していたからに他ならない。このトイビズ版がえげつないくらい出来が良く、まさに大パーツ級のクオリティで、個人的にこれを超えるリザードなかったんですが、今回ついにレギュラー交代になりそうですね。では最後に適当にスパイダーマンのヴィランたちと並べてみよう。これはね、シニスター12集めるのも夢じゃない。となるとですね、今回のリザードのようにアップデートされたビルドサンドマンもいつか来てほしいですね。あのサンドマンめちゃくちゃかっこいいんでね。
はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。